はい、ヤギ座の皆さんこんばんは。アストロカウンセラーのターラです。いつも動画のご視聴ありがとうございます。今回は10月前半の星の動きの説明とタロットリーディングをさせていただきます。それから2025年の星の動きの解説をたっぷり入れたカペラノート2025年版の表紙も決まりました。ありがとうございます。詳細はですね、概要欄やコメント欄に載っているリンクからご覧になってください。こちらのノート予約販売のみになってまして、10月の14日までの受付になります。14日まで受付して、それを申し込まれた方に11月末にお届けするという流れになっています。で、予約してくださった方にはノートだけではなくて、私がいつも展開しているカードの展開方法の説明のフォーマットとかもプレゼントしますので、ご興味ある方はぜひ早めにお申し込みお待ちしております。ちなみにですが、ノートはいらないんだけど星の情報だけ欲しいなっていう方はPDF をまたそれも11月末ぐらいに販売する予定にしてますので、そちらも楽しみにしててください。では行きます。10月前半です。お願いします。はい、じゃあ一緒に見てみましょう。はい、カップの10、ジャッジメント逆、ペンタクスのプリンセスですね。そして運命の輪、ワンドエース逆、ワンド7の逆、ワールドの逆、気をつけることは大作がワンドのプリンス逆とソードのプリンス聖地、そしてオラクルは女教皇です。そうですか。まず星の話ですが、10月の前半で大事なのは10月3日が金環日食になります。これは新月っていつもいいタイミング、毎月のねいいタイミングがあるんですけども、日食ってもっとエネルギーが強くて、1ヶ月だけじゃなくて次の日食、来年の春までの大きなテーマとして何かが始まるよみたいなきっかけなんですね。で、この10月3日の日食っていうのは去年の日食も思い出してほしいという、去年の10月どうでしたかみたいなことも思い出していただきたいんですけども、そこから約1年どんなことを学んだかなって、特に人間関係において学んだかなってことを踏まえて、新たな次のステージに行きますねっていう時なんです。ですので例えばですけど、もしこの1年本当に人間関係揉まれましたみたいな方はおめでとうございますということで、もっとさらにじゃあいい関係作れるようになったんですねということで、新しい関係性、新しい世界観みたいなものが出てくる方もいらっしゃると思います。で、ちょうどこの10月3日っていうのは全体のエネルギーとしてやっぱりパートナーシップにおいて重要な気づきがあるとか学びがある。そしてさらに9月の23日から10月18日までっていうのがちょうど金星もねさそり座に入っていて、もっと本質的なつながりが欲しいんだみたいな、そういったことを求めることを自分に許可する。そして許可することによってそうなっていく、変容していくっていうプロセスが起こります。なので、特にこの10月の前半っていうのはヤギ座の皆さんにとっては社会運っていうものが光ってる時なんですけど、仕事を通してどんな人と関わりたいのかなもそうだし、別に仕事に限らずプライベートも含めどういう人間関係、どういう社会生活が自分にとってベストなのかな、自分はどんな風に人に心を開けるのかなっていうのがテーマとなってきそうです。なので10月3日あたりにね、何を感じているのか、そして10月前半に経験したことを通して、またそれ来年の春に向けて自分は成長していってんだなっていうふうに思ってもらってもいいと思います。ただ10月って次17日が満月なので、シンプルにこの1ヶ月の中で言うと9月月食がありました。10月3日日食です。10月17日が満月ですっていうことで、この渦中の中にいて、今この1ヶ月ぐらいでのもうぐるーんって回ってる時なので、いろんなことを感じたんじゃないかと思います。まだ感じてる最中かもしれませんね。なのでいい経験されると思いますよ。で、その中でカードで見たらどうなのって言ったら、すごくいい何がいいかっていうと、ヤギ座の皆さんの自分の中にある神聖な部分とつながれますねって感じがして、いいです。これは理屈じゃなく神聖な自分とつながって、自分にとってベストな判断ができる、チャレンジもできる、
分かっているみたいな感じですごく強いです。もう運命の輪にカップの10にワールドにみたいな、たとえ逆位置であったとしてもすごく何かがこうゴロンとひっくり返るみたいな感じがあるんですね。だから周りの状況っていうのはもう変わっていくものですから、何かしら。でも自分がもしかしたら自分の中の大きななんかこう岩のような重しをゴロンってこうなんか動かして外すことができるのかもしれません。でそれが人を通してだったり仕事を通してっていうのが大きいのかなって感じがします。もうそれがあればね、なんかもういいですよね。何があってもいいって感じしますもんね。そして入り口がカップの10なので、こう10月頑張ろうって思えるような何かこう嬉しいことや、自分って応援されてるなとか、味方がいるなとか、なんかそういった喜びのような、まるで喜びのような安心感の中で何かに挑戦していけるっていう状況なのかなって感じもしますし、またちょうど今なんかこの動画をご覧になっている頃なのか、もしくは10月頭っていうのはタイミングがいいみたいなんですよね。なんか来てませんか、今何かが今何か来てる、チャンス来てると思ったらもうすぐに行動したくなったり、たまたまいいタイミングで連絡が来たり、いいこと聞いたり、ヒントを得たりみたいな感じで扉が今開かれてるって感じがします。自分が生きたい世界を生きるための情報が入ってきたり、本当にその波動の世界に入れたり環境に入れたりということで、たまたまいいタイミングがある感じがすごくします。でそれは何もね、ご自身が本当に思い描いていたまんまの状況ではないかもしれませんっていうのは覚えておいてください。で今ちょうどそのタイミングがあるとか運が来てるとか、いい扉が開いてるっていう時に、じゃあやってみようってことでちょっと無理してでも頑張ることがあるのかなと思います。でワンダーの因数っていうのはちょっと怖いけど頑張るとか、勇気を出してちょっと挑戦みたいなね、なんかウキウキで挑戦っていうよりもちょっと無理してでも頑張りたいみたいな感じがあり、でちょっとだけなんかご自身の中ではちょっと今立場が弱いんだみたいな、今これ万全の状況じゃないんだけどでもちょっと無理してやりましたみたいな、そんな感じあるかもしれません。だからこそそこで体験できることっていうものを、なんかいやこういう予定ではなかったんですみたいなね感じで、ご自身で否定しそうな感じがあるんですけど、否定しないでくださいね。今感じてることやこれから経験すること、10月経験すること全てが正解って感じで、何も間違いじゃないし、こんなはずじゃなかったってこともない、その中で感じることがある、その中で得られることがあるということで、何も間違ってないのでね、なんかたまたま自分が想像してたのと違ってただけっていう感じです。でなので非常にこの10月の前半にできたら外に行ってほしいなって感じはありますね。外に向かう、自分が行きたい世界に近い世界に行く、そういうのが好きって言ったらそういう世界、その好きな世界がいっぱいあるところに行くとか、ちょっと遠出してみるとかもいいし、世界を探求してみるみたいなね感じで行くとどんどん盛り上がってきます。それがどう自分とつながるのって分からなくてもいいっていう感じです。それがすごいヒントになったり、何かを感じることによって、さっき言った自分の本当にこう神聖なね自分とつながって自分の中で答えを出せる、分かるみたいな、すごく安定しますからこれは。でそこに至るまでっていうのはちょっと動きがあります。いろいろワンドのナイトにソードのナイトにっていうことで、あっち行きこっち行きのエネルギーがあるって感じなので、自分がどこに焦点合わすのみたいな、こっち行ったらこっちが気になるみたいな感じあるんですけど、どっち行っても一緒なんですみたいな、自分の中の神聖な部分とつながってさえすれば外側で何が起こっていたって関係ないんですみたいなね、そんな感じでうまくこなせます。だから一つ一つを対処するんだとか何かクリアするんではないって感じ。何が起こっていたとしても外側の世界で自分は自分とつながって、自分の好きなこと、自分の好きな世界観やることをやりますみたいな感じ。そうすれば全てがうまくいくって感じがします。ちょっとお仕事ね見てみますね。もう今仕事ある時ですからね。仕事、滝沢さんの仕事、ソード9、ペンタクルス10、ペンタクルスの4ということで、あれですね、もし会社員の方とかであれば、
その自分がお仕事休んだとしても会社って潰れるわけじゃないし、職場で回っていくしっていうことで、別になんか自分は必要とされてないんじゃないかと思ってみたり、でもここにいる以上は、所属してる以上はちゃんと安定してるし、守ってもらえるし、お給料もらえるしみたいな、なんだかこう不安な材料と安心が共存している感じがあったりとか、または自分で経営してますとか会社やってますっていう人も、別に雇われていなかったとしても自分がやってる仕事やプロジェクトに対して不安がある、これは本当に受け入れられるんだろうかとか、やってていいんだろうかっていう気持ちと、でもここまでやってきたことがある、積み上げてきたものがある、これで得てきた収入がある、やめるわけにはいかないみたいな、なんか2つのね両方側面がある。それなんかそらそうですよねって感じがしませんか？全てがパーフェクトで何の不安もなくてっていうのではなく、もちろん物事はこっちから見るのかこっちから見るのかによって違うようにね、なんか結婚してるとかいうのもよくシングルの人と結婚してる人っていうのはよく比べることってありますけども、シングルはいいな自由でって言いながらも、シングルの人からしたら結婚してる人はいいよね、パートナーがいてとか、なんかいざとなったら助けてくれる人がいてとかっていうの、それぞれがないものをただ羨ましく思ってるだけみたいな感じがある。両方のメリットデメリットっていうか、いろんな側面がありますよね、物事には。それと同じで仕事って考えた時に、なんか例えば自分はこんなに自由にできる仕事なんだ、自分が時間を自由に使える、だけどその反面その仕事がなくなったらどうしようみたいな不安があるとか、すごくいいものと両極端なものに意識が引っ張られてるって感じがするんですね。なので事実としてはどうですかって言った時に、事実として仕事運はあります。仕事うまくいきそうな雰囲気です。仕事お金生み出せますみたいな感じがあります。ペンタクルスの12番のペンタクルスの4ですからね。仕事できますみたいな、収益上がりますとか、ちゃんと運営していけます、自分の価値ちゃんとそこで出せますみたいな感じすごいあるんですけど、でもなんか大丈夫なのかな、これで合ってるのかなみたいな、そういった不安っていうのも常にあるみたいな感じで、両極端なので、事実を見るようにしてください。現実とか事実をね、妄想の不安ではなくて。うまくいくと思いますよ、お仕事は。その収益ということだけじゃなくて、職場の人間関係や関わってる人との関係もいいし、自分が得たいと思ってもものは得られるし、だけどなぜかそれに対して気を使ってたりとか気にしてる、何か不安してる、不安な材料があるんだなって感じです。その不安な材料っていうのは自分から生まれてるだけなので、現実は関係ないというふうに思っておいてください。そして人間関係を見てみます。人間関係ね。ソードの4、ワンドエース、フールということで、なんかお仕事とか自分がやりたいこととか自分の目的に沿った関係に関しては行きますみたいな、関わりますなんですけど、それ以外のこと今気にしませんっていう感じで、自分の世界を生きます、自分がやるべきことをやりますって感じがしますね。いいですいいです。変に人に引っ張られてないし、自分というものをしっかりと保ってるし、休む時は休む、その人にエネルギーを奪われていないって感じがしていいと思います。なので仕事の件に関しても、仕事うまくいってるのに何かを気にしてるって感じなので、人間関係全然悪くないので、ただすごいまめなコミュニケーションがあるかとか、誰かと向き合ってますかって向き合ってるわけではない。役割としてやるべきことはやりますし、向き合いますし、必要なことがあれば切り込んでいきますが、別にっていうか人間関係においてはね。そして、なので一番言われてるのは、やっぱ自分の神聖な部分とつながったら周りのことどうでもよくなるんだって感じです。この2週間ぐらいは。でも大事ですよ、それとっても。ちょっともう一枚、オラクルカード引かせてください。ヤギ座の皆さんの2週間どんな恩恵があるんでしょうか。どうですか、このカードを見て何か感じることがあれば、皆さんの直感でメッセージ受け取ってみてくださいね。いいですね。何かを決定したり予言していくみたいな感じですよね。これから何が起こるのかを自分で見ていくみたいな感じです。これとてもいい感じですよ。自分の神聖な部分とつながることによって、自分にこれから何が必要なのか分かるし、自分で予言できるみたいな感じもあるし、そう作っていけるって感じもあります。余計なものに惑わされずに
自分に集中っていう感じもありますね。ということでここまでにしておきたいと思います。もし何かしら良かったよとか分かりましたっていう方、ぜひいいねボタンやチャンネル登録、コメントで教えていただけると本当に嬉しいです。いつも全部拝見しています。はい、ということでまたすぐにねお会いしましょう。12月までの気をつけることの動画をアップしようかなと思っています。ということでありがとうございました。いい時間をお過ごしください。失礼します。